どうもこんにちは、こんばんは、おみです。今年も5月に入り、たくさんのゲームが発売されてきました。今年のゲーム業界は、プレイステーション、スイッチともに注目作、期待作が例年以上に多く、上半期も終わりに近づいてきていますが、これからもまだまだ期待作が発売予定です。その中でも、プレイステーション大注目の作品を20本と、その最新情報をご紹介していきたいと思います。プレイステーション5はまだまだ品薄が続く状態ですが、タイトルは続々と発売されていますので、早く普及することを願いつつ、すでに手に入れている方や、やっと手に入れた方、これから手に入れる方、それぞれの方に向けて微力ながら情報をお届けしていきたいと思います。興味のある方や新作タイトルを把握しておきたい方はぜひ参考にしてみてください。またこのチャンネルでは最新ゲームの情報やレビュー、その他ゲームに関する情報の配信を行っていますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。フォースポークン、スクエアエニックスのルミナスプロダクションズ開発によるオープンワールドの新作アクション RPG。本作の舞台は美しくも残酷な異世界アーシア。ニューヨークで生活する主人公のフレイ・ホーランドは、ある日謎の現象に巻き込まれ異世界アーシアへと迷い込んでしまい、そして腕には意志を持つ魔法のブレスレットカフが巻かれていました。カフの助けを借り、フレイは故郷であるニューヨークへ帰る方法を探して広大なアーシアでの旅を始めます。本作の大きな特徴は何といっても魔法を使ったアクション。アーシアという広大なオープンワールドを魔法を使ったパルクール、通称魔法パルクールで移動していきます。魔法とパルクールを融合させることで、今までパルクール移動のゲームもありましたけども、そこに魔法が加わることでより高速かつ爽快に、見ているだけでも気持ちいいしかっこいいとフィールドを移動していて飽きない工夫がされています。そして驚かされるのは美麗なグラフィックで描かれた広大な世界。この世界を魔法パルクールで移動できると思うとワクワクしますよね。フィールドの広さは魔法パルクールが十分に楽しめる広さになっていて、小さい狭いと感じることはまずないとのこと。フィールドには様々なクエストが用意されていて、探索する楽しみもあるので、ストーリーそっちのけで色々な場所に寄り道したくなっちゃいそうですよね。次に本作のバトルについてですが、主人公フレイは多種多様な魔法を習得することができ、これらの魔法を駆使してモンスターと戦います。フィールドトラップのような設置型の魔法、銃や弓矢のような射出型の魔法、炎や雷の剣を振るう近接魔法など様々な魔法が用意されているということです。コマンド操作も魔法メニューを開くとスローになるので、ボタン一つで色々な魔法を組み合わせて戦うことができ、敵やフィールドの状況によって使い分けることができるので、戦略も立てやすいですし、バトルがしやすいようです。バトルで獲得したマナを使って新たな魔法を習得したり、収集した素材を使ってクラフトや装備の強化をしたりといった要素もあるようです。発売は今年10月11日ということなので、これからまた新しい情報も出てくると思いますが、今の段階でもね、楽しさが十分に伝わってきますし、早く魔法パルクールでアーシアの世界を駆け巡りたいですよね。続いてはホグワーツレガシー。2022年ホリデーシーズン発売予定のオープンワールドの新作アクション RPG。ワーナーブラザーズゲームズがポートキーゲームスのレーベルの下でホグワーツレガシーをパブリッシングする予定で、ゲームはアバランシェソフトウェアが開発しています。本作は映画ハリーポッターを題材にしたもので、1990年代の映画の時代よりも昔の1800年代後半の魔法界を舞台としていて、物語の全容は明らかになっていませんが、ゴブリンの反乱と古代魔法が物語の鍵になっているようです。プレイヤーは原作よりも以前の1800年代後半のホグワーツ魔法魔術学校の5年生の転入生となって魔法使いとしての人生を追体験することができるゲームになっています。原作では語られなかったホグワーツの秘密を解くオリジナルストーリーにも注目ですよね。クラスは原作でおなじみのグリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリンと4つの寮から選ぶことができ、ここで同級生たちと親しくなればアビリティを教えてくれたり、同行者として一緒に冒険ができるようになります。学校では呪文学、闇の魔術に対する防衛術、薬草学、魔法薬学、動物学などを学び、呪文を習得したり、魔法薬を調合したり、魔法動物を手なずけたりしていくことで、その魔法の能力を開花させていくことができます。プレイヤーの実力を高める方法は授業だけではなく、アビリティを強化することで自分の好みに育てることができます。忘れてはいけないのがほうきですよね。これも学ぶことで空を飛ぶことができ、移動も楽になります。
広大な世界を舞台とするこのゲームとの相性は抜群ですよね。必要なものを制作したりする場所として必要の部屋があります。原作ではあったりなかったり部屋とも呼ばれていて、ホグワーツの7階にある隠し部屋です。またホグワーツ城の他にも城壁の外へ行くことができ、足りないものがあればホグワーツの外に出て探索して収集することができます。バトルにおける具体的な操作までは明かされていませんが、敵を引き寄せたり発火させたり、相手を硬直させたり、雷を落としたり叩きつけたりなどがあり、敵に攻撃するときに色々な魔法を組み合わせて戦うことができるかは現段階では不明ですが、魔法の種類は多そうなので、そのあたりのバトルシステムは期待したいところですよね。アバダケダブラという闇の魔術、許されざる呪文の一つで、主人公がこれを使っているシーンがあったので、これには驚きましたよね。魔法界の歴史上最強にして最悪の魔法使いであるあのボルデモードがメインウェポンとして使用している魔法ですからね。この物語の主人公は魔法界を引き裂きかねない古代の秘密を解く鍵を握っているということで、まだ全容は明らかにされていませんが、魔法界でとんでもないことが起きそうな予感がしますよね。発売はおそらく年末になるかと思いますので、また詳しい情報や詳細などが入ってきましたら皆さんにお届けしたいと思います。続いてはロード・オブ・ザ・リング・ゴラム。ダイダリックエンターテインメントが開発するステルスアクションアドベンチャーゲーム。本作は映画ロード・オブ・ザ・リングではなく、小説指輪物語を原作としたステルスアクションで、主人公はスメアゴルことゴラム。時間軸的にはホビットの冒険から指輪物語の間ぐらいが物語の中心になるのではないかと思います。ゴラムはトールキンの物語に欠かすことのできない存在でありながら、今まで愛しい指輪を求める長い旅の詳細が語られていませんでした。ゴラムが辿ったモルドールから闇の森を抜けてモリアの行動に至るこのとんでもない旅路。この旅路というのはその後の中津国のあらゆるものの運命を決めるあの舞台へと導いてくれるわけですからね。その部分を体験できるのはよだれが出るほど楽しみですよね。ゴラムはほとんどの場所に行ったことがあり、ほとんどの人物に会ったことがあります。彼の視点から物語を見つめることで、プレイヤーがまだ知らぬ中津国を経験することができるようになっているということで、これはもう期待しかないですよね。バラド・ドゥーアの暗黒の塔に奴隷として幽閉されているところから、闇の森のエルフたちと過ごす時間に至るまで、ゴラムは這い回り、忍び歩き、仕掛けを利用して、忠実にかつ詳細に再現されたフィールドを潜入とパルクールなどを使って進んでいきます。中にはこれまで詳細に描かれてこなかった部分もゲームでは展開されるとのことで、例えばサウロの口と呼ばれている常に冥王のために策略を練るバラド・ドゥーアの副官はこのゲームで初めて登場することになります。他にも闇の森のエルフたちの王であるレゴラスの父親でもあるスランドゥイル、忘れてはならない魔法使いガンダルフも登場するということです。原作ファンはもちろんのこと、映画ファンにとっても楽しみすぎる本作の発売は2022年年内ということなんですが、昨年末にティザートレーラーが公開されたくらいで、ゲームシステムなどの詳細はほとんど明かされていないので、今後出てくる情報がありましたらご紹介したいと思います。続いてはゴッサムナイツ。ワーナーブラザーズゲームズモントリオール開発によるオープンワールドのアクション RPG。本作はバットマン亡き後のゴッサムシティを舞台としていて、新たな地下犯罪組織の勢力が拡大している中、バットガール、ナイトウィング、レッドフード、ロビンのバットマンファミリーが新たなダークナイトとなりゴッサムを救うという展開で、もうこの時点でね、ストーリー的にも面白そうですよね。現段階ではまだ情報が少なく、どのくらいのヴィランが出てくるのかはまだ明かされていませんが、原作でもおなじみのフクロウの法廷は決定しています。この組織は設立当初からゴッサムシティを裏で操る秘密組織で、街の歴史上最も古く最も裕福な家柄のメンバーで構成されており、ゴッサムの歴史を形成してきた彼らは2世紀以上もの間ゴッサムの富と産業を支配している組織です。他にも2020年のプレイ映像ではミスターフリーズも登場していたので、他のヴィランにも期待したいですよね。バトルシステムは明らかになっていませんが、4人のキャラクターにはそれぞれユニークなスキルやコンバットムーブがあり、進化しレベルアップすればそれぞれ異なる新しいアビリティがアンロックされるとのこと。本作はシングルプレイ、2人オンライン協力プレイどちらでも楽しめます。どちらをプレイしても同じように満足できるように作られているとのこと。
またプレイヤーはいつでもシングルプレイと協力プレイをシームレスに切り替えられる仕様になっています。発売が2022年10月25日ということで、ゴッサムという夜の街の美しいグラフィックもさることながら、かつてないほど綿密に作り込まれたダイナミックなゴッサムシティを舞台とするオープンワールドは楽しみですし、バットマンがいなくなってしまったゴッサムシティは一体どうなってしまうのか、今から待ち遠しくて仕方がない、期待せずにはいられない作品ですよね。続いてはドルメン。マッシブワークススタジオが開発する SF とコズミックホラーをベースにした三人称視点の高難易度アクション RPG。本作はダークソウルシリーズでおなじみのソウルライクなゲームシステムを採用していて、 SF× コズミックホラー×ソウルライクといった今までにありそうでないゲームになっているようです。本作の舞台は敵対生物がはびこる惑星レビオンプライム。ここの採掘施設で突如異次元につながる裂け目が出現。プレイヤーの任務はレビオンプライムの採掘施設に向かい、人知を超えた力を持つ謎のクリスタルドルメンを回収するため惑星での任務を遂行するというストーリーです。ゲーム開始時、プレイヤーは全部で5つあるクラスから選ぶことができます。基礎ステータスなどが低いが多彩な装備適性を持つもの、遠距離攻撃を得意とするもの、スタミナに特化したもの、大剣を持ち体力と耐久力が高いもの、最低限の装備しか持たないもの。高難易度アクションというだけあって、そこら辺の雑魚敵ですら強いです。敵にやられると経験値やドルメンのかけらをその場にロストしてしまいますが、やられた場所に行けば回収できるシステムとなっています。武器は近接武器と射撃武器とあって、近接武器は片手剣や双剣、大剣、斧、棍棒などあり、射撃武器はアサルトライフルやショットガンなどの武器が確認できます。武器のカテゴリーもたくさん用意されているようなので、その辺の組み合わせや自分のスタイルに合った武器を探すことができそうです。近接攻撃や回避アクションにスタミナを消費、射撃武器にはエナジーというリソースを消費します。このリソース管理がこのゲームにおけるかなり重要な要素となっていそうです。装備には盾もあり、これはリソースを消費することなく使え、さらにはジャストガードもあり、敵の体勢を崩すことができるので、これらを状況によって使いこなすことが戦闘のポイントになりそうです。そして属性概念もあって、硬い敵でも属性で状態異常を付与することで戦闘を有利に進められます。注意したいのはプレイヤーも属性の影響を受けるということです。なので脳筋プレイでは攻略させてもらえない仕様になっています。探索要素もあり、未知なる惑星の闇に包まれながらも、美しい荒廃した惑星を不気味で複雑に入り組んだ構造の世界を隅々まで探索する楽しみもあります。発売は2022年5月20日ということで、ソウルライク好きにとっては待ち遠しいゲームになっています。続いてはワンピースオデッセイ。バンダイナムコエンターテインメントにより発売される JRPG。ワンピース連載25周年作品ということで、いやもうそんなに経ったのかと驚きですが、ワンピースは過去様々なゲームが発売されてきましたが、その中でもファンが希望する声の多かったワンピースの冒険を体験する RPG。これを実現するために、ワンピース史上かつてないほど長期にわたって開発されてきたこのゲーム。開発はニーアオートマタやドラゴンクエスト11、ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールなど数々のゲームに携わってきたイルカが担当しています。4月25日にストーリーの一部が公開されました。本作の舞台は古代の文献に残る島、ワフルド。航海の途中、嵐に飲み込まれた麦わらの一味は謎の島に漂流してしまいました。島から脱出するため新たな冒険のために出ますが、そこで恐ろしいパワーを持った巨像が待ち受けていました。ということで、ファーストトレーラーでは、五老星やスモーカー、そして今作のキーキャラクターの上半身にタトゥーの入った髪の長いワイルドなアディオスエテルという男の姿が、軽柄の狂気的な部分をそぎ取ったような印象でしたね。羽は生えてませんけど。ちなみにこの男のキャラデザインは3年前くらいに頼まれたやつと小田先生もびっくりしていました。開発に力が入っていることが伝わりますよね。現段階ではゲームに関する情報がほとんど公開されていませんが、プロデューサーのインタビューで麦わらの一味を操作してフィールドやダンジョンの探索や多種多様なクエストなど随所にワンピースの RPG だからこそできる体験を散りばめているとおっしゃっていました。ファンにとってはくまなくこの世界を探索したいですし、やり込める要素もありそうですよね。原作とのつながりもどこかに出てくるのかなとかもね、考えると楽しみですよね。まだまだ情報の少ない本作ですが、今年は連載25周年ということで、年内には発売予定ということなので、期待しかない本作をもうしばらく待ちましょう。
続いては信長の野望新生。光栄テクモゲームズが開発する戦国時代をテーマとした歴史シミュレーションゲーム。日本のゲーム市場において歴史シミュレーションというゲームジャンルを確立させたこのゲーム。本作はシリーズ40周年となるナンバリング16作目。AI で躍動する武将たちがテーマとなっています。シリーズごとにシステムが変更されますが、ゲーム全体の流れは、プレイヤーが戦国時代の大名となり、内政で自国を豊かにし、軍事力を蓄え、他の勢力との合戦や外交で領地を拡大し、天下統一を目指します。基本的なゲームサイクルは、内政、治業、戦となります。内政で家臣を城主や領主に任命し、勢力を発展させ、戦で戦いを仕掛け、敵の領土を奪います。そして治業で勲功を挙げて出世した家臣に奪った領土を任せ発展させていきます。これがゲームの基本的な流れになります。シリーズごとにシステムが変更される本作ですが、本作の特徴は配下武将が自らの判断で行動しプレイヤーを支えるというシステムで、プレイヤーは家臣を動かし導き、時には彼らの意見を尊重し行動を後押しする。彼らと共に勢力を拡大し君臣一体となって天下を目指すのが本作のプレイスタイルになります。家臣たちが勢力の状況を自ら判断し自らプレイヤーに提案するものとして、大安愚神、行軍ルート、領内問題、武将の登用、領地の支配拡大、開発投資、国衆の懐柔など、内容は多岐にわたり最善と考える施策を愚神として提案してきます。今までのほぼ全ての指示をプレイヤーがしてきた作品と違い、愚神というシステムが加わることで、よりリアルに実際に自分が大名となって家臣と共に勢力を拡大しているんだなと体験させてくれそうなので、その部分はね、すごく期待したいですね。発売は2022年7月21日ということで、前作の信長の野望大使から5年ぶりなので、ファンにとってはもちろんですが、シミュレーションが好きな方にも期待のゲームですね。続いてはソニックフロンティア。セガが開発し発売するソニックシリーズ最新作。ソニックシリーズ30周年にあたる2021年に発売予定でしたが、クオリティアップなどの様々な理由で延期。昨年末にティザートレーラーが公開され、プラットフォームは明らかになりましたが、ゲームの内容に至ってはまだ明かされておらず、映像から推測するに、ソニックが広大なフィールドを駆け回っていたので、おそらくオープンワールドではないかと思われます。音速で走ることができ、起伏やループなどジェットコースターのように駆け回ることのできるソニックとオープンワールドの相性は抜群で、ソニックの理想的なジャンルですよね。映像見ましたけど、美麗なグラフィックで素晴らしいんですよ。遺跡のようなものが点在するミステリアスで壮大なフィールド。そして巨大な塔のような何かが確認できる映像になっていて、今作は体験したことのない全く新しい冒険ということで、かなりの力の入れようかなと思われますので、すごく期待したい作品なんですよ。2022年冬に発売予定ということで、ゲーム内容なんかは今後徐々に情報公開されていくと思いますので、また追ってご紹介していきたいと思います。続いてはソウルハッカーズ2。新女神転生やペルソナでおなじみのアトラス開発によるニューハードボイルド RPG。新女神転生シリーズの派生作品で、デビルサマナーシリーズやソウルハッカーズの遺伝子を受け継ぎつつ、25年の歳月を経て新たな人とテクノロジーの物語を描く完全新作となっています。本作は謎のエネルギー体コベナントをめぐる物語。コベナントが揃った時、大いなる存在が降臨するという、すべてのコベナントを手中に収めようとする巨大組織ファントムソサイティと、それを阻止するべく日本の霊的守護を一任された超国家機関ヤタガラス。新たな生命体アイオンである主人公リンゴとフィグは人類の破滅を回避するため地上へ降り立ち、ヤタガラスのエージェントであるデビルサマナーたちと手を組み、世界の破滅回避のため奔走します。バトルシステムは単細になっていて、本作ではアトラス作品でおなじみの相手の弱点を突くことで戦闘を有利に進めることが基本となります。リンゴたちのコンプと言われる武器には味方にした悪魔、仲間を装備することができ、仲間が持つスキルを直接使用することができます。敵との属性を考えながら有効なスキルで攻撃していきます。敵の弱点を突くとその場に仲間を召喚できます。これをスタックと呼び、仲間たちはターンが終わるまでその場で待機。ターン終了時にリンゴのゴールでサバトが開演します。サバトで敵に一斉攻撃を仕掛け、最大16体までスタック可能で、スタックされた仲間が多いほど強力な攻撃となります。
他にも仲間が覚えるスキルで追撃スキルというものがあったり、リンゴのコンプを改造することでここぞという時に使うコマンダースキルなどがあります。可能な限り敵の弱点を突くよう、さらには弱点を突かれないようバトル構成をするのが戦闘においてポイントで、弱点を突きまくって決まれば爽快ですよね。ダンジョンを探索している時に赤い NB シンボルがバッコしているんですけども、こちらの存在に気づくと襲いかかってきて、そのまま接触すると敵の先制攻撃など不利なバトルになることもあるんですが、移動中にリンゴの剣で切りつけると敵をダウンさせてバトルを始めると有利に戦うことができます。ダウンしたエネミーシンボルを避けて通ることでバトル自体を回避することもできます。ダンジョンに入るとリンゴと契約した悪魔、仲間たちはリンゴの号令でダンジョン内に散らばり探索を開始します。探索に出た仲間たちとはダンジョン内の至るところで再会でき、アイテムを見つけてくれたり体力を回復してくれたり、さらにはそのダンジョンに出現する敵悪魔を紹介してくれて交渉することで仲間にすることもできるんです。悪魔の仲間たちが探索の手助けをしてくれるということで、これはね、なんか面白い要素ですよね。2022年8月25日発売予定ということで、これからまだまだ情報が出てくると思いますので、また追加で情報が出ましたらご紹介していきたいと思います。続いてはスチールライジング。フランスのスパイダーズが開発するフランス革命のパリを舞台に機械人形が戦う高難易度のアクション RPG。本作はフランス革命の史実をベースとした架空の世界。ルイ16世は秘密裏に開発した機械仕掛けのオートマタ軍団を解き放ち、革命の鎮圧を目論みます。主人公アイギスはルイ16世と相対することになるマリー・アントワネットの護衛用に開発されたオートマタイージスとなり、恐怖政治の暴挙を止めるためパリの街で戦っていくことになります。トレーラーで見てもわかるように、このダークな世界観とおぞましい機械たちがすごくマッチしていて、このゲームにしかない特殊な雰囲気がすごくよくできているなと思います。本作の特徴としてソウルライクなゲームになっていて、戦闘において主人公アイギスの動きは軽快で爽快なアクションが楽しめそうです。武器の種類は様々で、攻撃に特化したものから守り特化の武器もあり、複数の武器を使いながら様々なバリエーションで戦うことができます。キャラクターがオートマタであることを重要視しているので、キャラクター自身の体を改造することで強化することもできます。そして本作はグラッピングフックのシステムがあるということで、これを利用しながら徒歩で移動することも可能です。ソウルライクではありますが、ソウル寄りというよりは赤炉寄りなのかなとも思います。フィールドはオープンワールドではなく、どちらかというと序盤から一本道のステージ性ではありますが、ステージ間は行けるようになっていて、ボス戦で苦戦した場合はレベル上げなどもできるようになっているということです。メインクエストに加えサブクエストもあり、サブクエストだから出てくるボスなんかもいて、やり込み要素も充実していますし、より深くこの世界を知ることができるようになっています。オープンワールドにしていないということも含め、ストーリーに重きを置いているのかなという印象です。オートマタが作動する原動力が何なのかは明らかになっていませんが、それを教えてくれるようなアイテムを存在し、それらを取得することで物語が解明されていくようです。ボスの弱点なんかもそれらのアイテムを取得することで、その情報を得ることができるようです。また探索要素もあって、パリの街を散策したり、住宅の屋根をグラッピングで移動したり、城を探索したり、隠れた道を見つけたりと、光の街パリが闇に飲み込まれた世界を探索するのも面白そうですよね。当初今年の6月に発売予定でしたが、3ヶ月延期して、2022年9月22日に発売ということで、夏のゲームイベントなどでまた情報が出てくると思いますので、詳細が出ましたらまたご紹介していきたいと思います。続いてはリトルデビルインサイド。韓国のインディーズスタジオネオストリーム開発によるサバイバルアクションアドベンチャーゲーム。この作品実は2016年秋に発売予定されていましたが、延期に次ぐ延期でようやく年内発売予定ということで、待ちに待ったこの作品。まず目に引くのは何とも言えないミニチュアのようなジオラマのような独特なグラフィック。美麗でありながらすごくシンプルな表現がされています。キャラクターもシンプルでありながら緻密で滑らかな動きが巧妙に作られています。これがなんだか引き込まれるんですよね。全体的な美的感覚はダークソウルとゼルダの伝説風のタクトが出会ったようだと表現されていて、それについて開発者は広く受け止めるならそうだとも言及しています。
本作は超常現象について研究をしているヴィンセント教授と教授に雇われる主人公の冒険家ビリーの冒険を描く作品で、巨大な悪を退治し世界を救う物語ではなく、魅力的な世界を旅し、困難を生き延びながら地平の向こうにある様々な世界を発見する楽しさにフォーカスしたゲームとなっています。オープンワールドなサンドボックスゲームではあるものの、巨大な一つのオープンワールドが存在するわけではなく、それぞれ複数のオープン環境によって構成されていて、森林や海、砂漠、山といったフィールドが存在します。食物や水、温度調整などに絡むサバイバル要素があるものの、サバイバル要素の重要性は高くはなく、ある環境をどれくらい長く生き残ることができるかという目標よりも、ミッションのために旅をし、その間の過程を生き残ることに注力しています。様々な噂や神話の真相を探り、アーティファクトを見つけ、ミッションに挑戦し、帰還して報告する。その研究を続けることで技術が発展し、人々はより安全な生活を送れるようになります。つまりゲームの主な進行は、プレイヤーが危険な場所で生存し、その後安全な都市へ戻るという流れになります。サバイバル要素が比較的容易でありながら、パーマデスが存在し、一旦死亡したキャラクターをプレイすることはできず、教授が再び新たな職員を面接することで次のキャラクターが登場するローグライクなシステムを採用しています。本作のゲームシステム、ゲーム環境だと主人公にすごく愛着が湧きそうなんですが、パーマデスがあるとなると、悲しみ倍増、緊張感倍増。すでにこのゲームにどっぷり浸かりそうな気がしてなりません。発売は2022年年内ということで、情報はまだまだ少なく、詳細が明らかにされていませんが、私個人的にはね、非常に期待している作品なので、今後の動向を追ってご紹介していきたいと思います。続いては、ゴッド・オブ・ウォー・ラグナロク。サンタモニカスタジオにより開発され、ソニー・インタラクティブ・エンターテインメントより発売されるアクションアドベンチャーゲーム。本作は2005年にシリーズ1作目が発売され、今作はゴッド・オブ・ウォーシリーズの第9弾。2018年に発売されたゴッド・オブ・ウォーの続編になります。ゴッド・オブ・ウォーといえば当初、ギリシャ神話の世界を舞台にしていましたが、物語に一区切りがつき、前作から北欧神話の世界を舞台としていて、システム面も一新しています。本作の舞台は前作から3年後の凍てつく風が吹き荒ぶるミズガルズ。フィンブルの冬が訪れている凍った世界で、主人公であるクレイトスと息子のアトレウスが世界に終焉をもたらすとされる戦いに備え、答えを求め球界を旅する物語。北欧の物語は今作ラグナロクで完結を迎えることが明らかになっていますので、どう完結を迎えるのか、物語の展開はすごく期待したいところです。そしてストーリーはもちろんなんですが、親子の絆も見どころで、父親であるクレイトスの葛藤と息子であるアトレウスがどう成長していくのか、ハートフルな冒険が楽しめるということなので、そこも非常に楽しみな部分です。この過酷な世界を冒険する相棒が息子ですからね、父親としては見てられない気持ちはわかります。冒険の相方が息子だから物語に深みが出ているんだと思います。今作もこの2人のやりとりに注目です。バトルシステムはより自由に戦えるように前作の基本をブラッシュアップしていて、シリーズの特徴でもある暴力的かつ雑味のある戦いという根っこの部分は変わらずに、敵のパターンなどを調整してよりアグレッシブな戦いを楽しめるようになっているとのこと。ゴッド・オブ・ウォーならではの荒々しい派手なアクションと神話の世界というファンタジーでありながらもリアルかつ共感できるストーリーは、シリーズファンのみならずアクション好き、ファンタジー好きにはぜひともプレイしていただきたい作品です。前回未プレイの方もプレイステーションプラスに加入している方であれば無料で遊べますので、ぜひダウンロードしてみてください。続いてはディオフィールドクロニクル。2022年発売予定のスクエアエニックスが放つ完全新作のシミュレーション RPG。本作はリアルタイムタクティカルバトルが採用されていて、その時その時一瞬で戦況を変えることもできるのが特徴としてある作品で、ゲームの雰囲気はスクエアエニックスの得意とする中世のような雰囲気でありながら、現代的な要素も併せ持つファンタジー。重厚なストーリーと個性的なキャラクターを美しいグラフィックで表現しています。戦いのフィールドはジオラマのようなリアルな表現がされていますが、その表現は複雑すぎず、コマの配置、移動など見渡しやすく描かれているのも特徴。本作の舞台はローテイル大陸。ここで盗賊が起こしたシビア帝国が大陸の北西部を支配。その勢いに危機感を持った各国は連合軍を結成し対抗。そして主人公のいる古獣オーガスに守られた島国、オルティナ王国もこの戦いに巻き込まれていくというストーリー。オルティナ王国というのはディオフィールド島という島にあるんですが、ディオフィールド島の傭兵団ブルーフォックスを中心に物語が描かれています。主人公はこの傭兵団の4人の長の一人、
アンドリアス・ロンダーソン。ゲームのパートは大きく3つに分かれていて、まずはストーリーイベント。ここで戦争に巻き込まれていく傭兵団ブルーフォックスが描かれます。そして拠点。ここでは情報収集、装備品の購入、戦力の強化に挑むミッション強化の選択など、戦闘に挑むためのバトルを整えることができ、ここでの準備が戦況に大きく関わってくるので、重要な要素の一つになってきます。最後にフィールドバトル。こちらの特徴は何といってもリアルタイムで進行していくタクティカルバトル。刻一刻と変化する戦況の中で移動や攻撃などの命令を与え、時とともに敵と味方が動いていく。戦況を見ながら命令の変更やスキル、魔法玉などを使いバトルを進行していきます。この魔法玉が強力でバハムートなどを召喚でき、迫力満点の演出で戦況をひっくり返すこともできそうです。今のところまだ情報が少ないんですが、続報もこれからまだまだ出てくると思いますので、今後もってご紹介していきたいと思います。続いては SD ガンダムバトルアライアンス。バンダイナムコエンターテインメントが発売するアクション RPG。ブレイクと呼ばれる現象によって歪められてしまったガンダムの偽りの歴史をプレイヤーが修正しながら名シーンを追体験できるということで、ストーリーの詳細は明かされていませんが、原作キャラが絡むストーリーがしっかりしているとかなり面白いゲームになるんじゃないかなと個人的には思っています。プレイヤーは3機1小隊の共同聖戦バトルアライアンスを率いる小隊長として様々なモビルスーツやパイロットと共にミッションへ挑みます。様々な歴史を駆け抜けながら新たなモビルスーツを開発して入手、キャピタルや拡張パーツを収集して自分の好きな MS を最強の機体へと成長させることができます。バトルはモビルスーツが持つ多数の武器を駆使して敵機体に攻撃を叩き込む爽快感が味わえる連撃アクション。そして何といっても期待しているのがマルチプレイも可能ということです。最大3人でゲームを進行することができるので、これは面白いですよね。対戦じゃなくて協力プレイってのがいいですよね。往年のファンはもちろんですけども、そうでなくても楽しめるゲームになってるんではないかなと思います。発売は2022年年内ということで注目の作品です。続いてはジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R。サイバーコネクト2が開発し、バンダイナムコから発売される対戦格闘ゲーム。2013年にプレイステーション3向けに発売された前作のリマスター版になります。前作の総勢41人だった登場キャラクターが50人に変更され、さらに声優がテレビアニメ版のキャストに変更されました。前作プレイ済みの方が気になるところで、前作の肝だったストーリーモードとキャンペーンモードは削除され、新たな一人モード、オールスターバトルモードが追加されました。これは本作の一人用のメインモードで、原作漫画やアニメの印象的な戦いが楽しめるバトルと、世代を超えた様々な夢のバトルが楽しめるエクストラバトルがあり、登場時の掛け合いなどセリフが全てオリジナルとなっていて、クリアするとコスチュームや BGM などが手に入ります。そして前作のシステムをベースにゲームスピードの調整、一部の技性能の調整など、より良いゲームデザインに変更されています。アーケードモードやバーサスモード、オンライン対戦やプラクティクスモードなども実装。今回特徴的なのが挑発シーンと勝利シーンの演出を自由にカスタマイズすることが可能で、各シーンで使用するセリフとアクションを組み合わせ、擬音の位置やサイズを自由に調整してオリジナル演出を作れるというファンにとっては楽しい機能も用意されています。発売は2022年秋ということで、発売日は正式に発表されていませんが、一ジョジョファンとして待ち遠しい大いに期待したい作品です。続いてはソルト&サクリファイス。スカスタディーズが開発する 2D アクションアドベンチャーゲーム。2016年に発売されたソルト&サンクチュアリーの続編にあたり、メトロバニアとも呼ばれている 2D ソウルライクなダークファンタジー。本シリーズはバトルシステムやゲームバランス、世界観をダークソウルシリーズから影響を受けています。本作は残酷で邪悪な魔術師の襲撃により混沌に陥った王国で、死刑囚で構成された異端尋問官を操作して魔術の脅威に立ち向かっていく物語。まずは前作同様キャラクターメイクから始まり、職業も用意されていて前作とは違った職業が用意されています。アサシン、聖職者、戦士、決闘者、ハイブレード、パラディン、レンジャー、賢者が確認できます。
自分のプレイスタイルに合った職業を探すのは楽しみですよね。もちろんレベルアップやスキルツリーもあり、武器や鎧といった装備も制作できます。さらにシリーズ初となるオンラインプレイの導入で、フレンドとチームを組んだり、見知らぬプレイヤーの狩りに参加したり、逆にこちらに召喚したりできます。探索の難易度はそこそこに、ボス戦の難易度は前作よりもさらにソウルライク色が強くなっているようなので、ソウルライクファンとしては火がつくところですよね。発売が2022年5月10日ということで、今年はエルデンリングもいいですが、メトロバニア未体験の方にはぜひおすすめしたい作品です。続いてはディスコエリジウムザ・ファイナルカット。2019年10月に海外のインディースタジオから発売され、数々の賞を獲得した傑作 RPG。ゲームアワード2019では最多受賞作品となり、タイムズ誌が選ぶ2010年代のベストビデオゲーム10選の一つに選出されるなど、輝かしい実績を誇ります。追加要素を収録し、満を持して日本国内の展開となり、スパイクチューンソフトから発売されます。本作はプレイヤーが記憶喪失の中年刑事となり、相棒の捜査官と共に殺人事件の謎を解いていく物語で、殺人事件、閉鎖的コミュニティが抱える闇、主人公の個人的な問題などが複雑に絡み合う非常に重厚なストーリー展開となっています。プレイヤーは行動する際、頭の中に語りかけてくる声と対話しながら様々な選択を行います。その声の持ち主はなんと男の中にある24種類の人格。誰かと話し何かを発見することで脳内で議論が展開され、人格を成長させることで言動や選択肢に変化が起こり、物語自体が変わってきます。またダイスを使って行動の成否判定を行います。対応する人格の値が高いほど成功率が上昇します。成功すると経験値を獲得し、失敗すると体力が減少するなどのペナルティが発生する場合があります。このテーブルトーク RPG をプレイしている感覚のゲームシステムが本作の大きな特徴です。膨大なテキスト量による物語の緻密な作り込み、さらには本作の追加要素フルボイス化によってよりゲームに没入できること間違いなしです。発売はまだ正式に決まっていませんが、2022年夏に発売が予定されていますので、ぜひ期待したい作品です。続いてはドラゴンクエスト10オフライン目覚めし5つの種族。スクエアエニックスが手掛ける RPG の金字塔のナンバリング第10作目。オンラインで2012年に発売されてから10年の時を経てオフラインで登場。堀井裕二さん曰く今作の制作動機については、オンラインだったので遊ぶのに手のつけづらかったドラクエ10を多くの人に遊んでもらえるように今回作り直したということで、未体験の方には嬉しいですよね。ここでハマればクリア後にオンラインへと連動できる復活の呪文なるものを用意する予定とのことで、これも嬉しい仕様ですよね。オンライン版とのストーリーの流れに大きな違いはないということですが、オフライン版のオリジナルエピソードが新キャラクターと共に追加されるということで、そこもどう展開していくのか楽しみなところです。戦闘に関してですが、オンライン版はシンボルエンカウント方式で戦闘はリアルタイム制になっていました。これはこれでね、フレンドたちとの立ち回りが重要な要素となっていて、うまく連携することで自分のレベルでは勝てない強敵にも勝てたりと、オンラインの特徴を生かした戦闘システムになっていました。オフライン版の戦闘に関しては、従来のドラクエシリーズに見られる単性のコマンドバトルになっています。一人プレイにはね、やはりこのシステムが一番しっくりきますよね。職業も基本職が6つ、そして上級職が8つ確認できます。これだけ職業があればやり込めますし、自分のパーティー構成もたくさん考えられますので、やり込める要素の一つではないでしょうか。で、今回の冒険は目覚めし5つの種族ということで物語が始まりますが、その物語の続きとしてすでに超大型ダウンロードコンテンツとして、眠れる勇者と導きの盟友が2022年秋に配信予定となっています。ゲーム本編と同様のボリュームのストーリーが追加されるということですごいですよね。またこのストーリーもかなり面白いので、ぜひ楽しんでみてください。ちなみに私はオンライン版を1000時間以上プレイしたヘビーユーザーでもありました。なのでこのオフラインもかなり楽しみにしています。今もまだ続いている物語も今後超大型ダウンロードコンテンツとして追加されていくことを個人的に期待しています。続いての作品はグランブルファンタジーリリンク。サイゲームズ開発によるアクション RPG。スマートフォン向けのタイトルとして開発され人気を集めたグランブルファンタジー。
この原作のキャラクターや世界観をもとに新たな物語を描くので、スマホ版をプレイした方でも楽しめる内容になっています。本作の冒険の舞台はゼーガグランデ空域。その広大な空の片隅にある辺境の小さな島から主人公は父からの手紙を手がかりに伝説の地イスタルシアへと冒険に旅立ちます。その道中行き着いた西の空で新たな物語が紡がれるということで、本